澄んだもんなのだ。今日はキューバのニュースを3件お届けするのだ。その前に豆知識なのだ。コロンブス到来後、スペインはこの島を王子にちなむフアナ、シュアナなどの名前で呼んだ時期があったのに、最後は先住民の呼び名に由来するとされるクバ、キューバが定着して国名になったのだ。それじゃあ早速見ていくのだ。一押しは2つ目、熟練と多彩性という記事なのだ。キューバはカリブ海に浮かぶ島国で、首都はハバナなのだ。かつてはスペイン領で、1959年の革命以降は社会主義の一等制国家なのだ。人口は約1100万人ほどなのだ。砂糖や葉巻、観光が主要産業で、サルサやクラシックカーなど文化が魅力なのだ。近年は経済改革や観光回復、米国との関係変化や通信環境の改善が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。バヤモが炎に包まれた日という記事なのだ。1869年1月12日、キューバの都市バヤモはスペイン軍バルマセダ伯の進撃に直面したのだ。総督ホアキン・アコスタは、バヤメセスよ、町に火を放てと呼びかけ、セスペデスも民衆全体に吐かれと命じたのだ。州も弾まない中、国家作者ペルーチョ・フィゲレードは、すべてを生贄にと訴え、市民は支配より消失を選んだのだ。23門の通りが燃え、14の教会や1200棟のうち 86% が灰となり、7000人以上が山中へ脱出したのだ。3日後に入場したスペイン軍が見たのは、屈服ではなく、自由のために自らを炎に変えた町の跡だったのだ。2つ目のニュースなのだ。熟練と多彩性という記事なのだ。この記事は、キューバの映画監督エンリケ・ピネダ・バルネを追悼しているのだ。彼は1933年ハバナ生まれで、2021年1月12日に亡くなってから、今日で5年なのだ。若い頃、フィデル・カストロの呼びかけに応じてシエラ・マエストラへ、マエストロボランタリオとして向かい、3000人以上の若者と共に山の学校で教えたのだ。その後、外務省勤務を経て、夢だった ICAIC に入り、映画、ジゼル、ヤゴヤ賞を受賞した LA ベアデル・アルハンブラ、さらに、FRO、メラ、エルデ、など多くの作品を生み出したのだ。彼は生涯教師でもあり、若い映画人の育成にも力を注ぎ、2006年に国家映画賞、2016年にハバナ映画祭のコラル栄誉賞を受けたのだ。憎しみを捨て、少ない資源でも創造性を絞り出すことが、彼の芸術と人生の信条だったのだ。3つ目のニュースなのだ。国内の労働、教育活動は通常通りと報告という記事なのだ。キューバで1月12日から全国の仕事や学校が止まるという偽の通達が SNS で広まり、共和国大統領府の名を語っていたのだ。これに対し、大統領府の公式 X アカウントと労働、社会保障省、教育省が揃って完全否定したのだ。政府のいかなる機関もそのような決定は出しておらず、目的は国民を混乱させるデマだと説明しているのだ。全国の労働と授業は通常通り続いており、家族や学生には今後も公式な情報源だけを確認するよう呼びかけているのだ。澄んだもんの締めなのだ。歴史と想像力で歩むキューバ、記憶を大切にしデマに負けず前へ進むのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には膨
僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。